あなたはこの界隈で最もチャーミングで危険な存在。ほら、耳を澄ませばあれが聞こえてくるでしょう。素敵な悲鳴が聞こえてくるでしょう。あの天使の方向が。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、レクサス LFA を製作しますよ。希少なフルビューモデル。新開拓した老舗模型店で発見しました。まさかこのキットを新品購入できるとは思いませんでした。スタイリッシュに覗き見できるフルビューモデル。きっと模型映えすることでしょう。わかっちゃいますがクリアパーツだらけで扱いに困ります。しかし美しい光が優しく灯ります。メッキパーツの輝きにも品位があり、繊細な造形が特別感を与えてくださります。そしてこの透明なボディカウル、現実ではありえない想像を超えたものを表現できます。成型色のパーツが出てくるとなぜか安心します。エンジン周りのパーツは細分化されており、このキットにかけたタミヤ様の力の限りを感じ取れます。なんと純正エッチングパーツが同封されています。今回のキットにはよく似合いそうですね。ウィンドウ用のマスキングシートも付属。デカールなんてこの程度、余裕でございます。説明書は通常版と同じなので少し注意が必要です。部品数はなかなかに膨大。今なら引き返すこともできますね。高級感のある車内を再現できるパーツ群。こちらはシルバーで一撃で仕留めて差し上げます。こんなにも細分化されているシートは初めて。見落としているパーツがありそうで少々ビビってございます。おもちゃを雑に収納しているような気分。しかしまだこんなものではございません。ランナーを捨てるときは少しカットして小さくします。厚手の袋に入れてゴミ回収業者さんの怪我を防止します。下地処理にかける時間も膨大。集中力を高めて中だるみしないように一気に畳みかけます。年末年始がかなりハードな日々だったので、プラモにかける時間は少なく進行具合も遅いです。おまけに厄介な場所をゲート処理しないといけないのが多いです。普段なら隠れてしまう箇所の処理はサボるのですが、今回のフルビューモデルではスケスケなのでそうはいきません。
手が抜けないキットは大変でございます。まずはエンジン周りの組み立てを開始。ヤマハ製の V10 エンジン。箱車キットでここまで凝ったエンジンは初めてです。この工程は古いフォーミュラキットを作っている感覚に似ています。ドライブシャフトまでも再現。これ最後には見えなくなるんじゃないかとビクビクしてございます。なんて立派なマフラー。リアまで続くエキゾーストパイプが美しい音色を奏でます。しかしこれが後でとんでもない事態になるとは思いもよらず。色別に仕分けしてもたったこれだけ。コックピット周りにはジャーマングレー。お金持ちのセンスが常人を凌駕してございます。ハンドピースには今年も頑張っていただきます。塗装シーンなんてつまらないのでぶっ飛ばし。ドアの内張りには塗り分けがございます。極細1ミリのマスキングテープ。めったに使わないのであと数年は持ちそうですね。こんな塗り分け通常カウルだったら絶対に古虫ですね。年始からこんな作業ばかりやってます。ダッシュボードにも塗り分けがございます。これがまたかなり面倒な指示。何の気まぐれかしっかりマスキングできました。100均で見つけた極小の紙コップ。容量は 30ml。少しの調合に適したサイズです。タミヤアクリルと比較してもこの小ささ。帽子のようにかぶせることもできます。だからなんだって割れても困りますが、今まで使っていた紙コップと比較してもこの違い、素晴らしい商品でございます。車体裏になるような部品に色を入れるなんてめったにございません。隠れてしまう箇所はサボるのがモチベーションアップにつながります。ですがこのキットはどこまでが見えるのかわからないんですよね。キャリパーを赤に塗って少し目立つようにします。サスペンションもちまちまと塗ります。指定では違う色でしたが目立つように派手にしました。エナメルのゴールドは隠蔽力が激弱なのを忘れていました。こんなフロア裏の塗り分けなんて今までしたことないかもしれません。クリアボディなので楽ができるかと思ったら甘かったですね。車内のシート裏になる箇所も塗り分け。ほんと手を抜けないキットでございます。先ほどのドア内張りの塗り分けは一部仕上がりました。もっと派手に独自の色にすればよかったかもですね。
かなり面倒だったマスキングが完了しました。そして塗装シーンは恒例のぶった切りでございます。こちらは新しく発売されたベルベットカラー。まさに名前の通りベルベットの輝きを表現できるそうです。塗装する前からこの美しさ。宝石を溶かしたように光の粒子が広がります。うがいで攪拌しつつ縫い重ねます。さすが高級車の品質。こんなに特別感のあるシートは見たことがございません。特殊な塗料だったのですぐに洗浄します。うがい用に入れる溶剤はほんの少しで十分です。次は筆を突っ込んで奥の方まできれいにします。吹き出し口の清掃も忘れずに。カップ内と外をきれいにして次に備えます。最後にカラーガイで溶剤を発揮させて終了です。やっぱもっと派手にするべきでしたね。タミヤ様の説明書は原寸大に表記していることが多く嬉しい配慮です。こんなところも塗り分け。しかもマスキングは自分でなんとか白の謎ルール。損でもって仕上がったのがこちら。多少のガタつきは見なかったことにするのがここでのたしなみ。メッキパーツは複雑な造形でとても素敵です。こんな縁に色を塗るのは私の目が限界を迎えそうです。フロントヘッドライトの縁木をに塗装します。車内フロアを一旦シルバーに塗装して、クリアルージュを塗ってみます。名前に惹かれて1年ほど前に買いましたが初めて使います。実際は深い赤なのですが、動画だとただの朱色ですね。休日を利用して遠出してみました。模型店があるようなので訪ねてみたり、古民家を抜ける狭い路地。超広いガチャガチャの迷路で迷子になったり、
田舎者にはビビる人の多さ。この後駐車場から脱出するのに1時間かかりました。クリアボディですが窓枠は塗装します。ある程度の色がある方が立体感が出るはずです。大きなウィンドウパーツ。リアには熱線が再現されていますね。マスキングを貼る際には隙間に注意しなきゃね。ウィンドウ用マスキングを剥がすときは、できるだけ水平に引っ張るように剥がすとカールしないのでおすすめ。いよいよボディカウルに着手します。ランナーの破片のような小さなもの。これはウィングの翼端板。掴むときにほんの少し引きずるだけで傷が入ります。接着剤はパーツが発火しないものを選んでください。ランナーから切り取るときも要注意。ひびが入ることもあるのでギリギリは狙わないように。ミスターカラーの WGX ホワイト。新製品の塗料というのはいつも胸がときめきます。とてもミルキーで塗る前から期待できます。専用の薄め液で希釈します。希釈率は1対1で試してみましょう。フロア裏の塗り分けなんてめったにしないのでちょっといいことした気分。ドアの内張りの塗り分けはこんなものですね。ちょっと地味すぎました。ゴールドを差し色にして成金っぽくします。重気筒エンジンのエキゾーストパイプ。こちらも見えても違和感がないくらいに派手にしましょう。エキゾースト用の特別塗料。近いうちに新しい色にも挑戦してみます。デカールは綺麗な状態です。しかしタミヤ様のこのサイズのデカールは割れやすい気がします。台紙からもなかなか剥がれないので時間を費やします。ほんとこのデカールは貼りにくいです。エンジンに移ります。V 型重気筒。560馬力を 8700rpm で出力。ヤマハが専用開発したこのエンジンは、雑味のない音がドライバーの耳に届く設計がなされており、エキゾーストノートにまでこだわった設計とのこと。そのクリアなサウンドは、
天使の方向と形容されます。これは知恵の輪か、寝不足で知能低下しているのか装着の仕方がわかりません。フルパワーで押し込みますが触媒が折れる寸前でございます。なるほど。この隙間に通してから触媒を取り付けるのですね。なんとか無理やりやってやろうと企てましたが諦めました。ガンプラ用に買ったパーツをこじる工具。こんなもんをカーモデルに使うなんて思ってもなかったです。ぐりぐりやってると少しずつ剥がれてきました。あとちょい。ぐりぐりぐり。痛みによる服従。拷問の基本をあなた自身が味わうなんて無様なの。見てられないわね。パーツの分割に成功しました。指先の分割も成功しましたけどね。なんとか強制知恵の輪をクリア。素晴らしい造形。通常バージョンだとこれが完全に隠れてしまうとは恐れ入ります。複雑なパーツ構成ですが精度が良いのでかっちり組み立てることができます。足回りも穴を拡張するような構造ではないのでとても楽です。軸受けキャップに切り込みを入れるのはいつものルーティーン。バランスを取る必要もなくぴったりとはまります。シャシー周辺部品も簡単に装着できます。ペダル類はさすがに見えなくなると思います。ベルベットに染まった美しいシート。この高級感はレーシングカーのキットでは味わえません。ダッシュボードも複雑なデザインを見事に再現しています。こんなにもスタイリッシュな車が日本にあることに驚きます。ドアハンドルも装着すれば見事なアクセントになりました。今回はマスキングボールを育てるには餌が少ないようです。私たちの DNA には一般的な銀河の星の数ほどの原子がございます。まるでマクロの世界。この原子も私たちの一部なのでございます。ついに面倒くさいエッチングパーツの出番。
手始めに簡単なところから貼ってみましょう。フロントグリルの下のダクト、微妙に湾曲しているので剥がれないように接着する必要があります。窓枠塗装が終わったので少しずつ封印を解いていきましょう。プラモは立体感があると途端にかっこよくなります。ドアの内張りは運転席側だけにします。車の中をスタイリッシュに覗き見した気分。きっとシャシーに装着した時点でほとんど見えなくなることくらいわかっています。だったら今くらいはどうしようもないくらいに輝いてください。美しさの進化を止めることは不可能でございます。ほら、言った通りでございます。もうほとんど見えなくなってしまいました。次に全貌を見ることができるのは50年後くらいでしょうか。今すぐスマホのアラームを50年後にセットするのをお忘れなく。レクサスのキットを作る日が来るとは思いませんでした。私の生活とは縁のない高級車。どうしようもないチンピラが片遅れに乗っていると思いきや、ブルジョアという本物の種族が乗る車。うっかり視界に入れたが最後、私の心は魅了されてしまいました。自宅から遠く離れた模型店のレジでレクサスを購入する私の目は、うつろで遠いところを見ていた気がします。絞り込むように長いダクト。ここは複雑な形状を把握できるようにホワイトを塗りました。今回使っている接着剤はこちら。ハイグレード模型用セメダイン。海外の視聴者様から質問の多い接着剤。この商品名からどう返答すればよいのか頭を悩まします。海外のモデラーが気軽に購入できる状況であればよいのですが、日本だけの販売もでなければよいのですが、エッチングパーツにもハイグレード模型用セメダインが使えます。接着剤を塗って1分ほど待ってから貼り付けてください。透明なパーツばかり見ているとウインカーのオレンジに優しさを感じます。ホイールはとても大きく重厚感がみなぎっています。10本のエキゾーストパイプが最終的に3本に絞り込む構造。長く鋭いテールレンズ。メッキパーツへの接着と厄介な工程が続きます。ヘッドライトレンズも高精度のおかげでぴったりと接着できます。
ヘッドライトユニットを装着。少しずつメカメカしさが増してきました。リアにラジエーターを搭載する LFA。弾のような凡人には意味不明な構造です。大きなウィンドウパーツは窓枠塗装で精神を削られますね。クリアパーツは慎重に部品を装着しないと接着剤で汚れるので疲れます。なんとか合わせることができました。硬化するまでしばらくそっとしておきましょう。ボンネットにもダクトを貼り付けます。メッキのレクサスエンブレム。奇跡的に拭き取らずに塗ることができました。エッチングパーツに部品を貼り付ける苦行。何気に難易度の高い箇所もございます。ウイングの装着はマグネット。こういう極小のマグネットって最近見ないですね。爪楊枝でぐいぐい押し込みました。必ずカメラの前で立ち止まる黒猫。遊んで欲しそうなので私も少し休憩しましょう。縁側に差し込む木漏れ日が黒猫のお気に入り。たまには日に当たってね、と誘ってくれたのかもしれませんね。すっかり高級車の顔つきになっていました。フロアの整流板というのでしょうか。頑張ってこんな部品まで塗り分けました。あらあら。マスキングをミスっていたようですね。気力があれば補修しておきます。オールメッキだときらびやかすぎて形がわからないんですよね。ナット部分だけでも墨入れしておきます。ウイングは格納式らしいですね。こういうのはついてない方が好みですが、模型映えしそうなので出した状態にしておきます。なんとも乾燥が難しい普通のタイヤ。他のキットと共通パーツでしょうか。センターキャップは押し込むのに一苦労。助手席側のドアだけつけることにしました。ボディカウル越しからもシートがよく見えるはずです。カウルに傷がつかないよう慎重になりますね。どこが接触しているのかわからず苦戦中。無理に広げるとクリアパーツは割れそうで怖いです。ラジエーターファンが当たっていたようですね。いよいよエッチングパーツも最後になりました。せっかく頑張って塗装した駆動系が見えなくなってゆく様。これが見納めですね。何かカラカラ鳴ってるなぁと思ったら、テールレンズが外れていました。
またカウルの付け直しで嫌になりますね。封印をするように小さな部品を接着します。強度のある足回りの構造、軸受けキャップの切り込みもあって、ホイールの装着も楽なものです。ワイパーアームが一本ってレーシングカーみたいで憧れます。ミラーの取り付けは穴ではなく面で装着なので楽でした。穴だと塗装の厚みで入らないこともあるんですよね。レクサスエンブレムが思いのほか硬くて力技で押し込みました。テールランプへの小さなフラップ。ここも白く塗って立体感がわかるようにしました。リアウィングはマグネット装着なので格納バージョンに変更できます。ボンネットのつっかい棒もマグネットで装着。こんな部品にこだわるタミヤ様の心境が知りたいです。ちっちゃさながらにボンネットを閉めて。リアにはナンバープレートを装着します。高級車にはふさわしくない指紋ベタベタを拭き取り、ハンドピースのエアーでホコリを吹き飛ばせば、どんな奇跡でこんな美しい存在が生まれたのか、途方もない深度の艶やかさ。レクサス LFA 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。